卓球点のシリーズの3のタイミングを取ること。上回転3のタイミング、下回転3のタイミング、レシーブ3のタイミング、この3つでご紹介いたします。では1、上回転のタイミングいきますね。3のタイミング、1のシリーズと2の時の違いで、ゆっくり遅くちょっと落ちてきた頂点から落ちてきた時に取る。どういう時にこの練習、感覚よくない時に、ボールよくわからない時に、入らない時に3のタイミング取るとボールが入りやすくなる。感覚の取り戻すコントロール、ゆっくり遅くちょっと落ちてきたコントロールの練習ね。当然フォアもバックも一緒です。バックも一緒です。フォアも一緒です。3のタイミングを取るのはコントロールの練習。ペンも一緒です。3のタイミングでちょっと回転上げてコントロールをよくするんです。そうすると感覚を取り戻せたら、よし、早く打ちに行くと。試合時の調節を聞きます。これが上回転の3のタイミングを取る。じゃあ試合時にどういう場面で3のタイミングを取る？試合時には間に合わない時に、自分がラリー中に相手のコート変化、相手がスピード速かった、間に合わない時に3のタイミングを取るの場面はこうですね。ラリー中にコート変えられて間に合わない、あ、やばい、こういう時、こういう時ですね、やばい、こういう時、変化が来た時、ボールが変化が来た、自分間に合わない、よし、下のタイミング、ゆっくりいくとボールが入るかな。そして自分の体勢、重心、バランスを戻れました。じゃあそこで決めていく。皆さん今の方の見本、自分の試合の中でもよくあると思いますので、ぜひ臨機応変でああいう遅れた場面あったら、ぜひ3のタイミングで何度かつないで返すようにしてください。結構疲れますね。でも大丈夫。次、下回転の3のタイミングを取り方。下回転、続き打ちとかレシーブとかサーブ3球目とかね、どういう場面、遅れた時の場面と、絶対ミスしたくない場面と、相手が回転に対するブロック弱いの人、回転遅いボール、相手が弱い人に対してはこの3のタイミングを取れたら、打てたら役に立つと思います。では見本として、サーブ3球目落としてるんですよ、タイミング。こういう時ね、ループドライブ、3のタイミングを攻めていく時に、取る時に絶対使っちゃいけないのはスピードとパワー、回転だけ、摩擦だけです。こういうタイミングね、遅れてしまう、打球点を落として持ち上げていくと、相手がなんで嫌だな、買いにかかってループかけてきて嫌だな、でも相手がループばかり、ループ次パテンで打たれる人ならやめた方がいいと思いますよ。その時にスピードを変えてるんですね。フォア今でした。バックも一緒です。十分待っといて落としてからかけると、相手の方が何やめる、嫌だな、ね、こういう時に逆に自分が有利な場面に変わってくる。で、先ほど上回転の3のタイミング、下回転の3のタイミングを取りました。で、次はレシーブ。レシーブ、回転わからない、短いボールにしようか長いボールにしようか、
回転わからない、どうしたらいいかわからない、でも何度か入れたい時にサウンドのタイミングギリギリのところ待ってて、よし入れていく、ギリギリ待って、あ、ここだ、よしドライブしていくのを紹介いたしますね。そうですね、いろいろサーブ出してください。あ、今流しました。でゆっくり待ってからね。あ、今流しました。でゆっくり待ってたらね、サウンドのタイミング何の回転なのか分かんない、よしでギリギリの分かんない、よしでギリギリのところで待っておいてね、流していた、よしね、サウンドのタイミングよく見えたかな、皆さん出た、よしここはサウンドのタイミング出た、よしここはサウンドのタイミング、もうここまで落としていたね、ここまでもう台の下まで落ちてしまう、ギリギリのところでね、あんま落ちすぎるとまずいからね、ここだ、ここだ、同じくこの開いてるを使いですね、ここだ、あ、ちょっと遅れた今、サウンドのタイミングのところで、あ、よし出てこなかったからね、出てきたら、よしここだ、出てきたら、よしここだ、こういう風にサウンドのタイミングの取り方になる。あ、レシーブの時でも遅いタイミング、サウンドのタイミングをあるんだ、取れるんだ、わからない時、困っている時に急がずに台から出てきたら待っといて、遅くまで戻したらよしかける。台から出ないの場合も頂点の後落ちてくるところ、よし流していく、もしくは続いていくと安定感がアップ、安定性がアップになる。レシーブの方もボンミス減らせることができる。バックも一緒ね、フォアさっきフォアですよね、バック出てきた、よし出てきた、よし回転をかけてサウンドタイミング、よしかけていくね、よしかけていくね、サウンドタイミングね、あー出てこない、あ、出た判断ミスはどうしようもない、でもこういう時あるよねの場合にはよく気をつけるのは手の位置、さっきもう手下ろしてしまったね、手を下ろさないとね、台の上に当てない、出た、よしね、台の上に当てない、出た、よしね、台から下ろさない、当てた、よしね、当てた、よしね、これがバックでもフォアでもサウンドのタイミングをかけていく。サウンドのタイミングを取るとこういうふうに安定感をアップ。なるほど、サウンドのタイミングはこういう時に使うんだ、判断がわからない時、遅れた時と何度かミスしたくない回転をかけたい時に、安全性安定感を求める時に皆さんぜひ試してみてください。卓球ドクターのチャンネルをいいと思った方はぜひ、いいねと押したり、チャンネル登録をぜひお願いします。どうぞよろしくお願いします。